今日は、私のやっていること、それをもうちょっと皆さんに分かりやすく考えてもらうために、例え話をしようと思ってきました。私がやっているのは財政学っていう、そういう学問です。財政学っていうのをものすごくシンプルに言えば、これはたくさんの人から集めたお金で何か全員が必要なものを買おう、こういう学問です。ちょっと例え話をしたいんですが、今ここに僕が貯金箱を用意して、皆さんの回ってね、お金を入れてくださいと。この貯金箱にみんなで集めたお金で、今日ね、みんながすごい素敵なものを一緒に買おう、こういうことを僕がお願いしたとしましょう。皆さんがいくら入れたかは自分でしか分かりません、ね、そしてもう一つルールがあるのは、入れたお金は取り出せない、貯金箱だけど。である日突然ね、ルールを変えましょうとある人が言うわけですね。この貯金箱からお金を取り出して好きなものを交換していいですよ。例えば、皆さんはダメだけどお酒とか、あるいは高い和牛とかね、お米とか、そういうものと交換していいですよ。突然ルールが変わりましたと。ある人が言うわけですね。これみんなでお金を貯めて必要なものを買おうって言ってたじゃないのと。なんでそんな勝手にお金をね引き出してやってんの。いやいやバカバカ、お前ね本当世の中の知らないなと言うわけですね。その人はその人に対して、いや今はこれが流行りなんよ、いろんなサイト見てごらんとすぐ引き出せるんだから変えなきゃ意味ないでしょ、こういうわけですね。みんなが変えていく中でお金を変えない人も何人かいる。ある日ね、ようやくじゃあ自分たちが一緒に今住んでいる家とか、あるいは必要だなと思っていたバスとか、なんかボロくなってきたなと、買いましょう。貯金箱あるやん、貯金箱見に行ったらいいやんね。貯金箱みんなで見に行きますよ。いくら残ってる、あれみんな貯めてたはずなのに。こうやって僕たちの世の中っていうのはだんだんみんなで何かを買うっていうことができにくくなっていく。そこになんでね、みんながいいものだいいものだと言っているふるさと納税っていう制度が関わっているのか、こういうことをね、例えば財政学っていうのは考えたりします。